マジリスペクト。そして感謝。どうも、クロちゃんです。黒先輩です。メタルおじさん2人が音楽中心に好きなものについて語っていくチャンネル、コアチュー。イェイ。はい。今回はですね、日本ラウドロック史、かつジャンル解説ですね。ですね。まずはじめに少しだけ、ラウドロックとは何ぞやっていう話をしたいと思います。はい。いつものやつです。いつものやつです。まずね、ラウドロックという音楽ジャンルは日本固有の呼称です。で、ラウドロックという言葉は音楽的特徴を指しているっていうよりは、重くて激しい音楽っていうサウンドを大きくまとめた概念ですね。超攻撃的なジャンルです。本当はメタルの影響下にあるバンドサウンドかつ、ロックより激しくヘビーになったロックみたいな感じですかね。メロコアとかもね、下手したら含まれるかなと思います。ここら辺のバンドもね。ですね。自由な音楽スタイルだからこそめちゃくちゃ定義が広いんですよね。一応言っとくと、ラウドロックの音楽的特徴は、スクリームが入ることが多い。メタル由来のヘビーなリフ、アグレッシブかつヘビーな曲もあればソフトなバラードな曲もあったりと自由度の高い音楽性になってます。2000年代初頭はラウドロックもしくはヘビーロックイコールニューメタルでした。その辺の話がね詳しく聞きたい方はニューメタルの動画をぜひご覧ください。で、今回の注意点なんですけど、正確な年表というより大体この時期にこういうのが流行っていたなっていう僕らの経験から基づく感覚的な歴史になりますので、その点ご了承ください。それではやっていこう。では日本ラウドロック史をバンドの紹介やアルバム、アイコニックな曲の紹介を交えて追っていきましょう。ラウドロックジェネシスですね。1990年代から2000年代初頭ですね。マッドカプセルマーケッツですよ。僕らの定義でラウドロックのパイオニアとしたいと思います。ラウドロックの礎を築いたのは PTP だって言われているし、それは全然間違いじゃないと思いますが、マッドカプセルマーケッツはラウドロックという言葉が生まれるはるか昔からラウドロック的なサウンドを確立させていました。初期はいわゆるハードコアパンクっていう感じですね。僕らは初期も後期も両方好きですね。3秒間のとかめっちゃかっこいい。1994年リリースのパークの時点でもだいぶラウドロック的なサウンドを確立していますね。パラサイトとかですね。電子音×ハードコアを確立したアルバムが1999年リリースの OSC DIS ですね。ミディサーフはラウドロック史に残る名曲ですかね。というか、早すぎるんですよ。マッドカプセルマーケッツは。怖すぎるのがスリップノットよりも早いってことですね。スリップノットと特徴を字面だけ並べると、ラップ、電子音、ヘビーなサウンドですからね。これがやっぱりパイオニアたるゆえんですし、新進気鋭のサウンドで日本のバンドが注目されて、なおかつ超絶クオリティを持っていたのは、後にも先にもだけな気がします。ギリギリファクトとかもそういう扱いになりそうではありますけども、とにかくいろんなジャンルの混ぜ方が上手すぎます。かつ電子音もオリジナリティの塊なんですよね。そしてバキバキのベース。海外でもかなり人気があったようでして、日本のバンドといったらマッドカプセルマーケッツみたいな時代があったようですね。上田武さんのソロプロジェクトでもある AA イコールも最高なので、ぜひチェックしてみてください。アルバムシャープ5は至高のヘビーミュージックです。で、この時期だとドラゴンアッシュとかはラウドロックに入るんですかね。僕ら的には今回は省かさせていただきます。ハイカラあたりもラウドロックにカテゴライズされてますね。まあ全然ラウドですよね。ハイ&マイティカラーは2005年にファーストアルバムをリリースしてます。あとはライズですね。2000年に本格始動をしてます。骨太のロックサウンドで黎明期から活躍していますよね。追随して山嵐、渦巻きなどなどミクスチャーロックがアンダーグラウンドシーンに存在しておりました。で、重要なバンドがガンドックですよね。海外シーンから見てもほぼラグなしで直球なニューメタルサウンドを確立していたバンドとなります。で、並行して2000年代初頭に日本では独自のシーンがありましたね。それが VK ラウドというカテゴリーですね。ここも日本ラウドロック史を語る上では欠かせないポイントでしょうね。日本のラウドロック黎明期にはもちろんたくさん素晴らしいバンドがいたんですけれども、それらのバンドは超コアな音楽ファンの中での認知にまだまだ留まっていたように思います。重くて激しくてスクリームがある音楽のメインストリームは VK ラウドだったように当時は思いますね。ガゼットのニルとかスタックドラビッシュあたりはそれまでの音楽性から一転してすごく洋楽ライクなアルバムに仕上がってるんですよね。ダウンチューニングを積極的に使い始めるとか、フィルス・イン・ザ・ビューティーとかは今考えるとニューメタルと R&B をイッシューズよりも早くハイブリッドしてるナンバーなんですよね。
ディラン・グレイ。ウィザリング・トゥ・デスまではいい意味で VK らしいメロディアスな感じがあるんですけど、マロー・オブ・ア・ボーンとかですね、洋楽ライクなサウンドになっていったっていう感じは印象を受けますよね。というか、クレバー・スリゾイドで一気にメタル化した印象がありますよね。アジテーテッド・スクリーム・オブ・マゴッツとかもマジでメタルでしたよね。あとはラウドパークやワープドにも出てたムックも VK ラウドですかね。独特の歌謡曲っぽさを持ちつつも、昔から楽器体はヘビーでメタリックなものが多いですね。で、リンチ、デスゲイズ、ギルガメッシュ、ウィスパーズレイ。リンチ、デスゲイズ、ギルガメッシュは今でいうちょうど 3C みたいな感じでしたね。VK ラウドロック三大巨頭的な感じですかね。リンチの葉月さんは昔デスゲイズにいたことがあるようです。この時期の VK ラウドロックバンドのほとんどがスリップノットを筆頭とするニューメタルの影響下にあって、ギターフレーズはシンプルかつ BPM180 ぐらいの横乗りのリズムが多かったように思います。VK ラウドロックの第2世代にあたるムーブメントが2010年頃から始まっています。VK ラウドロックの第2世代は VK ラウドロック、VK ラウドというよりは VK デスコア、VK メタルコアと呼ばれています。ノクターナルブラッドラストを筆頭としてデクスコア、デビルーフなどのバンド群が第1世代の VK ラウドよりまだ小規模なシーンではありますが近年盛り上がってきております。はい、続いてラウドロックの夜明けですね。年代は2000年代中盤から2000年代後半までですね。ここでレジェンド PTP の登場となります。幅広いサウンドでラウドロックの礎を築いたバンドとされてますね。PTP はなぜパイオニアとされているのか、後発的なラウドシーンのバンドがみんな PTP をリスペクトしているからということが挙げられるかなと思います。後付け的にそういう存在に位置づけられたかなと思います。あとはメタルとかハードコアとかエモとかオルタナティブとかそういった枠組みにとらわれない PTP の音楽性が新しいものであったことと、同時にラウドロックの幅広い音楽性を定義づけるのに適切だったからということでしょうかね。要は PTP がめちゃくちゃ自由だったからラウドロックは自由な音楽性になったということですかね。2007年にラウドロック史に残る名盤 Another Day Comes をリリースしております。続いて同時期に活動していたバンドとしてシュープですね。日本ラウドロック史を語る上で PTP と合わせて絶対に欠かせないバンドですね。もうめちゃめちゃ好きでした。ニューメタルの動画の時にニューメタルのクリーンボーカルの渋さ、味わい深さを出せる日本人ってなかなかいないよなっていう話をしたと思うんですが、シュープはまさにニューメタルの渋いクリーンボーカルを持っていた数少ない日本のバンドの一つだと思いますね。きひろさんですね。歌のメロディーやコード感はダイナミックなアメリカンなフックもありつつ、泣きや繊細なアルペジオは和心ももちろんあって、邦楽的な歌心があるグッとくるメロディーラインが最高です。本当に良いバンドでしたね。とりあえず Where I Stand を聴いてみてください。後追いで PTP を好きになった人は絶対シュープ好きになると思いますんで。で、マキシマムザホルモンですね。2007年生き返すですね。絶望ビリーや What's Up People などデスノートのタイアップで人気が爆発した記憶があります。その後、YouTube のリアクションビデオなど、海外での認知度も上がっていきました。今やマキシマムザホルモンは重くて激しい音楽の代名詞的な存在になっていますよね。やや遅れてファクトの登場ですね。アンダーグラウンドシーンではもう少し前から活躍してましたが、2009年にセルフタイトルをリリースしています。ファクトオブライフはエポックメイキングなナンバーかなと思いますね。全パート独自性のあふれる音楽性で海外からも人気を集めていた記憶があります。僕個人としては能面がなくても海外で十分通用する音楽性だったと信じております。ファクトは特にギターフレーズが面白いんですよね。セルフタイトルももちろんいいのですが Never Turn Out the Light to Keep Myself が特に好きですね。結構カオティックなんですけどしっかりメタルコアリフもあったりしてセンスの結晶のようなアルバムだと思っております。続いてコールドレインですね。
ラウドロックという言葉を自ら積極的に使っていたバンドっていう印象はありますよね、やはりね。そういうスタンスでバンドをやり続けていたイメージはあります。やっぱり PTP なんかは自分たちの音楽をラウドロックですとは言ってなかったと思うんですよね。当時、ファイナルディスティネーションはコアな音楽ファンの間では相当話題になっていたんですけれども、一般層への浸透はまだまだといった感じでしたね。やはり一般層に認知され始めたのは2013年リリースのザ・リベレーションだったと思います。そしてクロスフェイスですね。早い時期から海外進出を行っており、日本のラウドロックシーンに大きく貢献したバンドの一つだと思います。まとめると、ファクトのセルフタイトル、コールドレインのファイナルデスティネーション、クロスフェイスのファースト、リリースが全て2009年ですよね。2009年がラウドロックの夜明けと言っても良いでしょう。2000年代中盤からはヘビーミュージックのフェスも登場しだします。まずはラウドパークですね。名前こそラウドですが、ガチガチのメタルフェスでした。記念すべき第1回目である2006年のメンツが熱すぎます。まさかのアズアイ、キルスイッチ、アンアース、メタルコア3原神がコンプリートされています。モンスターではない神だ。おまけでブラダリもついてきているという凄さですね。よりラウドロック的だったフェスがテイストオブカオスです。ワープドツアーの創始者であるケビン・ライマンが始めたフェスが日本にも輸入されました。テイストオブカオス2005ではザ・ユーズド、ストーリーオブザイヤー、フューネラル・フォー・フレンド、キルスイッチ・エンゲージ、ライズ・アゲインスト。いやー、ほんとこの時代に生まれたかったですよね。このようにフェスはちらほら始まり出してはいたのですが、国内バンドだけでフェスを行うというよりは、まだまだ海外のバンドを呼んでフェスを行うという側面が強かったように思いますね。はい、では続いてラウドロック成熟期ですね。はい、2010年代になります。ここでシムの登場ですね。リビングインペインぐらいから一気にヘビーな方向にサウンドを変化させてきましたね。個人的にはシムはそれまでの音楽性はメタル要素は結構少なかったかなと思います。2011年にシーズ・オブ・ホープをリリースしております。キリング・ミーは超代表曲ですよね。そしてベガスの登場です。2011年にネクストリームをリリース。2012年にはジャストアウェイクで、ハンターハンターのタイアップだったんですけど、そこで一気に認知度が広がった印象があります。その他にもアニメを中心にたくさんのタイアップを重ねて一気にライト層への認知度を広げていった印象があります。ピコリーも日本代表となりましたね。そして、ワンオクロックですね。2010年にニッチシンドロームをリリースしております。完全感覚ドリーマーはアイコニックなナンバーですよね。2011年リリースの残響リファレンスまではスクリーモ的音楽性だったかなと思っております。実際にスクリームも品質しております。この2枚で日本のロックバンド代表的なポジションを不動のものにしたかなと思っております。そしてまとめると、今話したシム、ベガス、ワンオクのラウドロックの盛り上がりを象徴するアイコニックなそれぞれのアルバムは全部2011年リリースなんですよね。2000年代後半から2010年代前半というと、海外シーンはちょうど2期的なメタルコアが全盛期でした。メタルコア第2世代、近代ポストハードコアは、アスキング・アレクサンドリア、アタック・アタック、ブレス・ザ・フォール、デビル・エアーズ・プラダ、などなど、その辺のバンドですね。世界的に見てもメタルヘビーミュージックがめっちゃ盛り上がっていた時期と言えますね。ラウドロック人気の立役者でもある劇ロックは海外のシーンと日本のシーンの掛け渡し的な存在としてラウドロックを語る上では欠かせませんよね。劇ロックを柱として日本のメタルラウドロックシーンは確実に拡大していきました。僕らの考える劇ロックの功績のうち最も大きなものの一つとしては日本のシーンのバンドと海外のシーンのバンドをボーダレスに紹介していたってことですかね。結果、日本のメタルヘビーミュージックのファンは洋楽、邦楽関係なく好きになる人が多くなったと思います。劇ロックフェスボリューム1は2009年開催。僕らの感覚的には2010年くらいから劇ロックの認知度が拡大していった思い出がありますね。続いて、ラウドロックはさらなる盛り上がりを見せていきます。マイファーストストーリーの登場ですね。2012年にファーストをリリースしております。2000年代初頭のスクリームサウンドにホーロックっぽさを見事に融合させていて、キッズの心をわしづかみにしましたね。続いて、マン・ウィズ・ア・ミッションですね。マン・ウィズはラウドロックなのか微妙ではありますが、音楽ファン的にはファクト味があったので一応紹介させていただきます。2013年リリースのエモーションズがめちゃくちゃいろんなところでフィーチャーされていました。もう流れまくってましたね。続いて、ロットン・グラフィティですね。活動歴で言ったらかなり長いバンドですが、曲によってメロコアだったりミクスチャーだったりするので、なかなか扱いが難しいバンドではあります。自身のアイドル曲でもある金色グラフィティが2011年リリースなので、今回は2010年代組とさせていただきます。
そしてクリスタルレイク。2014年新体制になってからのリリース、キューブスですね。日本メタルシーンを牽引し続けてきたバンドと言えるでしょう。その他のラウドロックバンドとは異なり、メタル的エッセンスを取り入れたバンドではなく、メタルそのものっていう感じのバンドですね。いろいろご意見あるかと思いますが、クリスタルレイクは新体制になってからの躍進が凄まじかったため、今回は2010年組とさせていただきます。続いてハーネームインブラッドですね。こちらもクリスタルレイクと同じく、すごいメタルなので、ラウドロックか怪しいところなんですけども、最近の作品はラウドロック化しているなという印象があるので、一応入れさせていただきます。2010年にファーストアルバム、デカダンスをリリースしております。そしてノイズメーカー。一応結成は2003年と活動歴で言ったら、こちらもかなり長いバンドです。2011年リリースのファースト EP、プラチナシューズ時点ではそれほど認知度が広がった印象はありませんでした。僕らはファーストめっちゃ好きなんですけどね。2017年リリースのレッドアフィリオンぐらいで、一気にヒットした印象があります。緩やかに着実にファンを増やし続けてきたバンドですよね。そして、ボーンズです。PTP とライズのメンバーによる夢のようなバンドですね。夢のタッグです。2014年ファーストフルアルバムリリースしております。そしてサバプロですね。ファースト2015年リリースです。続いてクラウドオブリベリオンですね。2012年にファーストをリリースしております。ファーストフルアルバムのリリースが2016年となっております。M1917 なんかはバンド自体は2007年結成なんですが、ブレイクしたポイントはこの辺なのかなと思ってます。2016年ぐらいかなと思ってます。そして元ファクトのメンバーで構成されたバンド、シャドウズ。2016年にファースト EP をリリースしております。もちろんファクト味がある曲もあるんですが、全体的にメロディックハードコアといった曲が多い印象があります。そして2012年に初めて開催されたスリップノットがヘッドライナーを務めるノットフェスは2014年に日本でも開催されました。こんな感じで一通りラウドロックのバンドを紹介してきたわけなんですけど、もはや日本のバンドが海外のバンドのサポートアクトという時代は終わりました。近年ではバンド主催のフェスが増えてきています。例えば、ドットオングラフィティは2008年よりポルノ超特急を開催。シムは2010年からデッドポップを開催。2012年よりシムとコールドレインとヘイスミスのスリーマンイベントであるトリプルアックスもあります。クロスフェイスは2014年よりアクロス・ザ・フューチャーを開催。クリスタル・レイクは2017年からトゥルーノースフェスを開催。コールドレインは2020年にブレアフェスを開催。などなどですね。このようにフェスを通してバンド同士の結束も強まり、それに比例してシーン自体の盛り上がりも拡大していっていると感じております。単純に良いバンドがたくさん集まる音楽フェスはファンとしても嬉しいですし、フェスで今まで知らなかった新しいバンドを知るということは、相乗効果から考えても良い循環が生まれていると言えるでしょう。フェスの人気拡大はラウドロックシーンの発展と密接な関係があるように思います。こうしてバンドのヒットやフェスによって海外バンド中心のストリームではなく、国内にもラウドロックシーンというものが生まれました。はい、ではまとめていきます。はい。で、日本のインディーメタルシーンとラウドロックシーンがどう違うかっていう話をしていきたいなと思います。ラウドロックって日本のアンダーグラウンドなメタルシーンとは少し違うっていう感覚が皆さんあるんじゃないかなと思うんですけど、だからまあクリスタルレイクとか、圧倒的にサウンドで言ったらメタル寄りなわけですけども、もちろん日本のアンダーグラウンドなメタルシーンにはびっくりするぐらいクオリティが高いバンドがたくさんいるわけですけど、しかしですよ、それらの素晴らしいメタルバンドはなぜラウドロックと呼ばれないのかっていうことを考えていきたいなと思います。これをね、現代において明確に分ける一つの基準として考えられるのは圧倒的なフェス感ですね。ラウドロックと呼ばれているバンドは、もしくはフェスの匂いを感じるものではないかなと思ってます。フェス感があるバンドっていうのはよくフェスに出てるバンドっていう意味ですね。言い換えるとメジャーなレイヤーに存在するヘビーでスクリームするバンドを包括的にラウドロックと呼んで、ラウドロックという言葉でまとめている感があるかなと思います。で、フェスの話に戻しますけど、日本のメロコアシーンとラウドロックシーンのバンドが合流したということが近年大きな動きだったかなと思います。厳密に言うと海外で使われているメロディックハードコアという言葉と日本でのメロコアは少しサウンドも意味するね、ところも違うかなとは思うんですけど、それは一旦置いといて、近年ではメロコアバンドの主催のフェスにラウドロックのバンドが出演するのも全然珍しくなくなってきたかなって思うんですけど、ラウドロックシーンと大きな括りでいったところのフォーロックシーンはここ10年ぐらいで緩やかに融和してきたかなって思いますね。メタルヘビーミュージックに触れる機会も格段に多くなってきているのではないかなと思います。ラウドロックのバンドがさ、メディアに露出することもめちゃめちゃ多くなりましたしね。そうね、アニソンタイアップだっ
ったりとかね、めっちゃ増えたからね。で、今後のシーンということなんですけど、ラウドロック黎明期からね、シーンを見てきた僕らなんですけど、これだけ大きなシーンになるってことは、当時全く予想できていなかったかなと思います。そうだね。これはひとえに、ラウドロックシーンが未発展だった黎明期からこのジャンル、この音楽を信じ続けて、活動を続けてくれたバンドのおかげかなと思いますんで、どのバンドもね、絶対僕らでは想像できない険しい道のりがあったはずなんですよ。その点マジリスペクト。そして感謝。って感じです。若手バンドもしっかり希望を持ってね、活動できる良い時代になってきたのではないかなと思います。ですよ。まだまだだろう。まだやれるだろう。まだまだシーンは大きくなるかなと思いますんで、まあ大きくなってほしいしね。そうだね。僕らが気にかかるのは、さっきも少し話しましたけど、日本のインディーメタルシーンのバンド群ですね。コアなファンの方ならアンダーグラウンドな魅力はもちろんあるのは分かってると思うんですけど、我々も含めて。つまり、明かりが差し込まない場所に真実があるっていう良さあるじゃないですか、アンダーグラウンドのものって。そういう理論ももちろん分かるんですけど、理解はできるんですけど、素晴らしいバンドが活動を続けてほしいわけですから、正当な評価を受けてほしいと思うわけですよ、やっぱり。そうだね。もっと売れてもいいんじゃないかとか。そう。で、僕らも微力ながら、こうしてね、YouTube でシーンに何か少しでも貢献できたらいいなと考えておりますので。じゃあこれからもね、ディープでコアな音楽情報を配信していきますので、チャンネル登録まだお済みでない方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。せーの、グッバイ。